皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは節分です。節分という言葉を聞いたことはありますか？節分というのは日本の伝統行事で、今年2025年の節分は2月2日になります。節分は基本的には2月3日なんですが、年によっては2月2日になったり4日になったりします。2月の節分は立春の前日とされているため、立春は年によって変わることがあるため、節分の日も変わったりします。では、節分とはどんな行事なのか、その歴史だったり意味、そして現代の日本人がどのように楽しんでいるのかをお話ししていきます。まずは節分の歴史についてです。節分という言葉は季節を分けるという意味があり、もともとは四季、4つのシーズン、春、夏、秋、冬、それぞれの始まりを祝う行事でした。でも現在では立春の前日だけを節分と呼ぶようになっています。なので現代では春が来る前のことを、節分というふうになっています。この節分の起源は中国から伝わってきた儀式にあります。悪霊を追い払うための行事が平安時代に行われるようになり、その後庶民にも広まっていきました。節分の目的は季節の変わり目にやってくる邪気、悪い運気を追い払う、そして幸運を呼び寄せる、幸運を呼び込むことです。このために行われるのが豆まきという行事です。文字通り豆をまきます。節分の豆まきは鬼を外へ追い払い、幸運を家の中へ呼び込むことを目的としています。鬼と聞くとちょっと怖い顔をした架空の生き物を日本人だったら思い浮かべるかと思うんですけど、昔は病気や不幸といった災いを招くのが鬼だと考えられていました。なので、いらないもの、不幸なもの、寄せつけたくないものを鬼と見立てて、その鬼に向かって豆をまいていました。これが節分豆まきの歴史です。1月の終わり頃になると、スーパーに行くと豆まき用の豆が大量に売られています。そしてこの豆と鬼の目がセットで売られています。この豆まきの豆は大豆です。なのでベージュ色の小さい豆、これが売られています。多くの家庭とかではこれを買ってきて豆まきの準備をするかなと思います。豆まきの方法なんですが、鬼は外、福は内と声を出しながら豆を鬼に向かってまくことで邪気を追い払います。先ほど鬼が病気や不幸などをもたらすとされていたと言ったんですけど、実際に鬼はいないです。架空のものになります。じゃあその日本人はみんな架空の鬼を想像して豆を外に投げるのかですが、それは違います。今では誰かが、鬼の役になって鬼のお面をかぶって、でその他の人がその鬼役の人に向かって豆を投げます。鬼役の人、豆投げられるのなんかかわいそうって思ってしまうかもしれないんですけど、これは伝統行事でそういった風に行います。そして豆は大豆の小さいものなので当たっても痛くないです。なのでそこは安心していただければなと思います。多くの家庭では誰か一人が鬼役になるので、だいたいお父さんとかお兄ちゃんとかが鬼役をさせられてるのではないかなと思います。私の家はそうでした。そしてその鬼役の人が家の
玄関とか外からやってきて、中にいる人、鬼役以外の人は豆をその鬼に向かって投げます。そして、何回か豆をまいて、豆がなくなったら鬼は去っていきます。これが豆まきという行事です。これを節分と呼ばれる日に毎年行います。そしてこれが結構子どもたちのトラウマになるというか、恐怖体験だなって私は思います。各家庭、家でこれをやる場合は、なんか可愛い鬼のお面をかぶってやるので、別になんかお父さんとかが鬼役をやってくれてるなみたいな感じなんですけど、多くの幼稚園とか保育園では、誰か先生とか大人の人が真剣なめっちゃ怖い鬼のお面とか服装をしてその幼稚園にやってきたりします。そして子供たちは豆を手に握りしめて頼むから近寄ってくるなみたいな感じで願いながら鬼に向かって豆を投げます。私も保育園に通ってた時に鬼がやってきてこの豆まきという行事をしたのを覚えています。そしてその鬼がめちゃめちゃ怖かったのを覚えています。本当になんかすっごい怖い鬼のお面をつけた仮装というかそういうのをしていて本当に怖かったです。5歳か6歳ぐらいの時には鬼が本物ってことを信じなくなってきて、保育園の先生が仮装しているのではないかとか、鬼の仮面からちょっと顔見えた、普通の人だったみたいな感じでみんなで鬼ではない理由を探した記憶があります。めっちゃ怖かったんですけど、でも本物の鬼がいるっていうことを信じたくなくて、鬼ではない普通の人間だっていうことを信じるための理由をめっちゃ探していました。そして鬼はだいたい悪い子はいねえかみたいな感じで、なんか子供がみんないい子でいるように脅しではないですけど、なんかそういった掛け声みたいなのがあります。なのでこの季節になると子供たちは少しでもいい子に過ごして鬼が来ないように願っていたりします。そしてその豆は鬼を退治する邪気を払うために投げたりもするんですけど、もちろん食べれる豆です。そしてこの豆は年の数だけ食べると健康になると言われています。なのでみんな自分の年齢の分だけ毎年豆を食べます。あと大きな神社とかに行くと豆まきのイベントをしているところもあります。高いところから豆を投げてそれをキャッチするみたいなイベントとか、実際に何かもっと豪華なものがもらえるような、それを投げてもらえるような場合もあります。その幸運をゲットするために多くの方が神社に行ってこういったイベントに参加したりもします。私はまだ行ったことないですが、節分の日のニュースなどで見たことあります。一度行ってみたいなと思ったりもするんですけど、めっちゃ人がいっぱいで混んでいるので、機会があればぐらいに思っています。もう一つ現代の節分で有名なものといえば恵方巻きです。この恵方巻きという習慣は比較的新しいものとされていて、特に関西地方、大阪とか京都とか、その関西地方が発祥と言われています。その年の運気がいいとされている方角を向いて恵方巻きを無言で一言も喋らずに一気に食べると願いが叶うと言われています。私もこれを何回もやったことあるんですけど、やっぱりご飯を食べていてその一言も喋らずに一本の長い恵方巻きを食べるって結構難しいです。途中でもうみんな誰かが喋り始めたらもうどうでもいいわみたいな感じで普通に食べていたりします。でも伝統的なものといえばその方角を向いて、無言で一気に食べるっていうのがいいとされています。恵方巻きって多分昔はみんな手作りで作っていたんですけど、最近はスーパーだったりコンビニなどどこでも恵方巻きが販売されています。そしてこの関西地方発祥だったんですけど、今では日本全国で節分の日に食べるものという認識があります。無言で食べるのは話すと運気が逃げていくと考えられていたため、無言で食べるのがいいとされています。
現代の日本では節分は家庭の豆まきだけでなく、神社やお寺などで行われる大規模なイベントもありますし、恵方巻きなどを食べてさらに運気を上げていくみたいな様々なイベントがある日本の伝統的な行事になります。今回は日本の行事、節分についてお話ししました。今日本にいる方だったり、この時期に日本に行く場合は神社に行ってみたりして、節分の豆まきイベントに参加すると、この行事を身近に感じれるのかなと思います。そしてコンビニなどで簡単に恵方巻きは買えるので、それで買ってみて食べてみるのもいいのかなと思います。恵方巻きは自分で作ることもできるので、材料を買ってみて、皆さんの家で作ってみて日本の文化を感じるっていうのも一つかなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。